もうめっちゃくちゃですよ。まずまず死ぬ死ぬ。彼女のこと見てるこうやって。停電。急に誰か笑ったり後ろでハハハとかね。でっかいなんかマント着たやつが僕のアパートのとこバーッと入ってったと。いろんなことがあってなんかおかしいなと。どうしたの？縦メガネバーンって飛んだ。やっぱりここかと。って音が聞こえる。でバン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 って怒ってきて、いやーって聞こえる。でさ、パーサーのなんかこうジュースが発酵がバーンって当たって、もうめっちゃくちゃですよ。うわーって思って、うわーですよ。まずまず死ぬ死ぬ。これ絶対死ぬ。書かなきゃ書かなきゃ。書けない。衣装が。お酒飲めばなんだろうなと。お酒見当たんないし、パーサーの人なんかいないし、もう CM もなんかテンパってる。めちゃくちゃですよ。あ、もう終わったと思った。夕闇。げっそりして、なんとかついて、とんでもない乱気流だったそうで聞いたら、もう危なかったそうですよ。SOS 状態だったそうですよね。生きた心地なんか全くしなくて、ダイビングどころじゃなかったけど、一応ダイビングしましたけど、帰りのことばっかり、また帰りあれ乗るのかと思って。そこからおかしくなってきた、少し。ちょっとやられちゃったんでしょうね。おかしくなっちゃった。半分引きこもりですよ、家で。いや、恐怖症ですよね。PTSD もそうなのかもしれないけれども、乗り物恐怖症、パニック障害、自律神経失調症、そんな診断を受けました。で、漢方もらってね。仕事もろくにできず。で、ちょっと引きこもってたんですよね。毎日連絡取ってたんですよ。もう3年ぐらい付き合ってて、彼女とはね。そしたら、ポストにその子から手紙が届いてた。手紙なんか汚す人じゃない。でも手紙届いてた。見てみたら切手が貼ってない。あ、多分手で入れに来たんだろうなと思って。で、その場で開けてみた。そしたら、私結婚します。さようなら。って書いてあった。で、大佐ちょっと調子悪かったのにもっとひどくなった。家でもうよだれ垂らしながらもう変わんないですよ。外も出られない。乗り物恐怖症だし。乗り物乗るのが怖いですよ。もちろん飛行機なんてとんでもない。出られない。半年ぐらいそんなことやってた。ボケーっと。相変わらず変な、よくわかんない音が聞く。変な物音がする。誰かが通り過ぎる。で、過呼吸にもなりましたよね。息が吸えた感じがしない。でもね、半年ぐらい経って、このまんまじゃいかんなと。このままじゃ俺もう、多分命がなくなっちゃう、そう思ったんですよね。で、何したか。自転車で、鎌倉までこう、自転車でバーッとね、向かったんですよ。別に彼女を追っかけてるわけじゃなくね、なぜか鎌倉の方に、距離感も遠いからちょうどいいなと思って、運動になるなと思って、で、自転車でバーッと鎌倉まで行って、明け方近く出てって、で、昼にはもう、昼過ぎにはね、海ぼーっと眺めて、で、夜遅くに帰ってきた。それ繰り返してたら、やっぱ汗かくし、体動かすし、治ってきたんですよね。ただし、未だにたまーにあります、僕。乗り物恐怖症ですし、フラッシュバック来ますけれども、たまーにね、1年に1回か2回ぐらいですけどね。で、治ってきた。治ってきたかなって思ってる時に、俺ってこれからどうしようかなって、もう僕その頃は25、6だったんですよね。1、2年過ぎて。で、やっぱり昔から音楽が好きだったんでね、異母兄弟が私いるんですけれども、その異母兄弟を姉ちゃんにね、三井物産っていうところでポケットベルの会社やってて、今忙しいから手伝ってくれないって言って、僕そこでアルバイトするようになったんですよ。で、そこでアルバイトしてるうちに、社員みたいな感じになって、で、部長みたいになるんですよね。梱包部長って言って、いろんなところにポケットベル配送っていうか仕分けする部署ですよ。で、そこの、アルバイトで雇った子が、やっぱ音楽好きでよく遊んでたんですけども、オーディション出るから川久保さん一緒に出てくんないって言われて、オーディション出る羽目になってね。で、僕そこでデビューするんですよ。それから27歳。
ヤマハのミュージックエストっていうね、まあ昔でいうポップコーンなんですけれども。で、そこの、なんか良かった。調子が良かったんですよね。でももうとっくにバブル弾けてて、まあいろいろ家族もバラバラになってて大変な状況だったんですけれども。で、そんなこんなしてる時に、また彼女ができたりしてね。で、その彼女を連れてね、また証拠にもなく俺、鎌倉行っちゃったんですよ。ゼニアライ弁店。同じように。で、ゼニアライ弁店行った時には、今度は、落っこってこなかったですよね。で、先発の数も少なくなってましたし。で、それは夜中には行かなかったっていうのもあるんですけども。で、江ノ電ね、夜乗って、江ノ電誰も乗ってなくて気持ちよかったですね。で、写真撮るのがすごくその時好きで、写真カシャカシャ撮ってたんですよ、彼女のこと。でも、海は映んないですよね。真っ暗ですから。反射して、ガラスしか映んないですよ。客席乗ってたらね。窓しか映んないですよね。で、僕はネガフィルムじゃなくてポジフィルムってあるじゃないですか。そのままこうやってこんくらいのね、マウントされてるやつこうやって見ると、見れるやつ。もうカラーができてるやつですね。色ができてるやつ。で、あれは現像したんですよ。で、昔って俺現像出したら何日に撮りに来てくださいって言って、日付書いてあるでしょ。で、撮りに行って、ああ、綺麗なのできてるかなって。よくできてるかなって見てみて、ああ、ここ行った、ここ行った。ああ、ここね。綺麗だったな、つって。ああ、江ノ電のやつか、つって。江ノ電数枚撮ったな、つって。2枚。で、彼女、こんなことやってるんですよね。で、3枚目。普通にこうやって彼女が座ってる。と思った。その彼女が座っている後ろのガラス窓に真っ白い白塗りした男性か女性かわからないですけど、ここにちょんちょんって牛赤丸みたいなやつですね。彼女のこと見てるこうやって。うわっと思った。なんだこれはと思って。で、その写真持って当時一緒にデビューしたジャングルスマイルっていうね、ミュージックステーションにも出たんですけれども、同期がいましてですね、その彼がスタジオを作ったっていうんで、それ写真持って行ったんですよ。できたばっかりだけね。で、いやー、こんなの写っちゃってさ、って言って、写真取り出したら、夜行ったんですよ。バーン音もしましたよ。バーン停電。ありえないぞ、これ。原因わかんねえよ、こんなの。つって。なかなか普及しない。ありえねえぞ、つって。で、そんなことが続きまして、なんかちょっといろいろおかしいなと。一連のことを考えてね。あの場所に行ったから。で、ちょっと時が流れて、30過ぎかな。うちの親が、まあ亡くなったですよね。お袋が先に亡くなったんですけど。で、お袋が亡くなった前後もいろいろありましてですね。急に電話かかってきて夜中、外見なさいって言ってバーって開けたら隕石みたいなバーって言ったり、急に誰か笑ったり後ろでハハハとかね。でっかいなんかマント着たやつが僕のアパートのとこバーって入ってったとかさ。いろいろあった。で、顔のえぐれてるやつが、これも話しましたけど、顔のえぐれてるやつが見えたとか。いろんなことがあって、なんかおかしいなと。で、その後、お袋の後を言うに、親父が亡くなったんですよ。で、親父が亡くなった後のいろんな処理があった。まだ一つの処理は、追い越しとか追い灰ですよね。先祖のね。で、親父はそういうのをなんかやってた方なんで、新興宗教とかじゃないですよ。追い灰とかちゃんと取ってあったりね。で、神棚もありましたから商売やってましたんで、全部ちょっと洗いざらいに、見てみたら、ちょっと間違ってるとこあった。特に仏壇。で、仏壇は変えなきゃいけない、定期的に。あと、お札の収める位置もちゃんと決まってる。真ん中がね、天照大神の神様で、氏神様で、自分の好きなところ。この場所決まってるし、お水のあげる場所も、お酒のあげる場所も大体決まってる。で、めちゃくちゃだった。よくわかんないすすみたいな、もうすすもついてるし、ひどかった。で、まずはこれきれいにしなきゃいけないっていうんで、新しい仏壇に変えて、で、お札を、位置に収めた。氏神様ね、その当時中野に住んでましたから、中野の札。で、自分の天照大神の札。で、自分の好きなところどうしようかと思って。ゼニアライ弁店ですよ。あそこ行かなきゃと思った。で、そんなこんなしてるうちに、僕のね、この今実際語ってるこの話を漫画にしてくれた
この稲垣さんですよね。これ稲垣さんがちょうどボーカルやってくれるっていうんで、進行し始めた時なんですけれども、鎌倉に向かった銭洗弁天入ろうかなっていうその洞窟の前でトゥルルルってなった。トゥルルルってどうしたの？ああ、稲垣さんどうしたって言ったら、いや川久保さん実はね今度少年画報社っていうところから本を出すんだけれども実話にしなきゃいけなくて、なんかお話ないって聞かれた。いやお話あるも何も今その前にいてねって言ったら伊達メガネたけしさん伊達メガネバーンって飛んだ。割れちゃった。何もしてないんですよ。びっくりした。やっぱりここかと思った。で僕その年から何もその新興宗教ないですよ。5つ社があるんですよ、あそこ。そこを定期的にお参りするようにした。で、何のお参りか。申し訳ないと思った。すいません。あの時はふざけて入って、弁天さんですから女性も連れてね。申し訳ないことしました。本当すいませんでした。って謝った。5つね。5つの社。したらその年から仕事がくるくる。運気がめちゃくちゃ良くなった。なんじゃこりゃと思って。で、その牛若豆みたいなね、やつのネガは一応焼いた。で、ポジはどっかに残ってるのかもしれないけど、ネガっていうか、写真は焼いた。ただポジはどっかに眠ってる。だからちょっと怖いから見てないですよ。それも収めなきゃいけないのかもしれないけどもね。神棚をきれいにした。で、意識をそちらに向けた。謝罪の方に向けました。申し訳なかったなと思って。あの場所でね、原因はそれかと思った。間違いないと思いました。それ以来私は、定期的に、鎌倉の銭洗弁天には謝罪にお金のお金とか仕事のね神社さんなんで仕事をよろしくお願いしますとお願いしてお参りしに行ってます。で申し訳ないけど今年金運がない。なんでか今年行ってないんだよ、初詣。仕事で一回行ったんですけども、仕事で行った気になっちゃって行ってないんですよ。行かなきゃいけない。それ忘れてた。すいません、これから行きます。で僕こういう今心霊の話とかをねしてますけど、まあこんなこと言うと恐怖もなんか夢みたいなのもなくなっちゃうのかもしれないですけども、僕なんか一つのエネルギーなんじゃないかと思ってて。科学的なこととか言っちゃうとね、全然も科学的なこともわからないしなんですけど、なんか俺エネルギーとかその星の位置とかね、よく占いも星の位置って言うじゃないですか。そういったものがものすごく関係してるんじゃないかなと思っていて、でそこに人の念とかね、パワーですから、エネルギー、力っていうのはいいも悪いも必ず存在するな。でその悪い方だとやっぱり人間からするとちょっと怖いなと。ちょっとどころじゃないですよね。めちゃくちゃ怖い。それがいい方になったらいいんですけどね、悪い方になると呪いっていうやつになりますよね。僕はまさにその呪いにかかったんだと思います。でその呪いを解くにはどうすればいいか。まずその呪いの存在を認めて解いていくことですよね。向き合う。逃げるんじゃなくてその呪いに向き合っていく。で悪いところは悪いと謝罪する。悪魔じゃないですからね。そこにつけ込んでさらに悪いことが起きるわけでもなかったのかもしれないですけど、もしかしたらそこで謝罪したらつけ込まれてたとかね。向き合うことが大事なんじゃないかなと思って。で僕の場合は向き合って解決したのかしてないのかわからないですけどっていうお話でした。これ未だに続いてますね。あそこの場所はやっぱり鎌倉時代、鎌倉幕府、ものすごい殺し合いがあった場所じゃないですか。で命がたくさん落とされた場所で、やっぱり何かあるんだと思います。そういうエネルギーがね渦巻いてるとこだと思います。ただあそこに行くとねマイナスイオンっていうんですかね、かさぶたが取れた感じになります。心のなんかかさぶたがファッと取れて気持ちが軽くなるんですよね。だから
場所的にはすごく自分に合ってんのかなと。まあ多分皆さん思ってらっしゃると思うんですけどね。あそこに行くだけでなんか気持ちが晴れやかになるというか、環境もいいじゃないですか。海もあるし、山もあるし、美味しいものもあるし、ウキウキしちゃうし。だから定期的に行ってます。年にね、結構行ってますね。また、今年も、初詣、まだ初詣してないですからね、あそこで。ゼネラル弁天さん。弁天さんすいません。会いに行くよ。だから皆さんも、やっぱりその、聖域というか、神社お寺さん、何かちょっとそういう聖域な場所ではあまり弾けないでください。必ず何かあります。それではこういうお話でしたよ。夕闇非常階段大募集中だよ。で、皆さんの不思議な話、怖い話ありましたらですね、ぜひぜひ私に喋らせてください。このコーナーでね、喋らせてください。概要欄、メールアドレスお待ちしておりますので、ぜひ待ってるよ。それじゃまた会おう。夕闇。